こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは猫の絵を中心にメイキングや描き方のヒントをお届けしています。今回は香箱座りの猫を正面、そして後ろから描いてみたいと思います。香箱座りは以前にも描いたことがあるのですが、今回は角度を変えて描いています。全体の形がとてもシンプルなので、初心者の方にも描きやすいポーズだと思います。鉛筆で下書きして輪郭を取ってから水彩で色を塗っていくという流れで仕上げていきます。のんびり眺める時間としても、実際に描く際の参考としてもお好きな形でお楽しみください。それでは行ってみましょう。まず、正面向きの香箱座りを描きます。下書きは3つの段階に分けて進めます。最初はざっくりした当たりを取って全体像を掴んでいきます。だいたいこの辺に猫がいるっていうイメージをしながら、丸い塊で全身を描きます。下が膨らんだ形にするといいと思います。次にパーツごとに当たりを取ります。まず丸い形で頭を描いたら、このおにぎりのような形で体を描きます。もう一番最初に描いているので、無理に描き直さなくても OK です。で、体の下の方、両側に前足を描きます。この前足の間は少し隙間を空けると自然です。次に体の奥行きを考慮しつつ、だいたいこの辺かなというあたりに尻尾を生やします。そしたら頭に戻りまして、三角形の耳を両側から生やします。今回正面向きの顔にしようと思うので、この頭の丸に対して十字線をまっすぐ引いて、この横線のだいたい両側等分になるようなところに目、今の段階では丸ポチでも大丈夫です。この線が交差したところのやや下に逆三角形で鼻を描きます。そして鼻の下からむにゅっとオメガの形でですね、口を描きます。これで当たりが取れましたので、ちょっと線がごちゃごちゃ入り乱れてしまったところとか、不要な線を一旦消して見やすくします。こういう柔らかい練り消しゴムを使うと紙を傷めにくいです。どこを消したらいいのか消すのが不安な方は、この段階はスキップしても大丈夫です。まだ完成の線じゃないけれども、ささっと整えて、修正する前に全体を見やすくするというイメージで進めていきます。このパーツごとの境目の線などを消して、その後に少し形を整えるといいです。それでは修正して猫らしい香箱座りにしていきます。当たりの線はどうしても人形っぽくなりやすいので、頭の丸みを調整したり、頭と体のつながりを考えながら自然なカーブに直します。正面からの香箱座りはかなり対照的なので、左右を見比べながらちょっとずつ調整していくと形を整えやすいと思います。最初から一発で線を当てようとしなくてよくって、むしろじっくり観察しながら描くことで形を見る力が育っていくと思います。
それでは後ろから見た香箱座りも描いていきます。正面の隣に描きますね。目鼻口を描かなくていい分、より簡単です。まず全体をこんな感じで描こうかなと決めてから頭の位置を丸く描きます。そうしましたらおにぎりのような形で体を描きます。そして両側縦向きに後ろ足。これは目立つように描かなくてもいいです。緩やかに盛り上がっています。そして尻尾を体の下の方の中心を通るように生やします。そして頭の上に両側耳を生やしますが、この耳の中の毛が見えなくて、正面の時と見え方が少し異なります。詳しく知りたい方はこちらの動画も参考にしてみてください。まとめる段階ではどのパーツが手前または奥にあるのか把握しておくといいです。一番手前にあるのが尻尾で、次に体、そして頭が奥にあります。体と頭のつながるちょうどこの辺りに背中の丸みがあります。ちょっと消しながらまとめていきますね。このまま形を整えていきます。頭はやや小さめに体の上に乗っかっているようなイメージで描きます。背中のカーブはなだらかに、下の方を平らに少し潰れているように描くとリラックスして座っている感じが出てきます。ここからは着彩に入ります。正面も後ろ向きも同じ流れで一緒に塗っていきます。まず全体に色を塗ってから少しずつ色を重ねて目鼻口や毛色の違いなどの細部へと進んでいきます。髭はこちらのガッシュの白を使って最後に引こうと思います。今回は水彩で塗りますが、皆さんお手元にあるお好きな画材で塗ってみてください。色を使わずに鉛筆でモノクロに仕上げるのもありだと思いますし、それぞれ描きやすい方法で気軽に楽しんでみてくださいね。
こんな感じで香箱座りの猫完成です。よかった、参考になったという方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さんどんな猫ちゃんが描けたでしょうか？見てくださった方も一緒に描いてくださった方もありがとうございます。違う角度から見た香箱座りの描き方動画もありますので、もし気になった方は見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。